日本料理ですから、やっぱり季節感、見た目の美しさ、それぞれそこのお部屋の名前に応じた彫り物になっています。お客様はどのような方がいらっしゃるんでしょうか？いろんな方ですね。トシジャパンチャンネル。茶寮一松の三代目女将、宮代京子さんにお話をお聞きします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。一松さんの特徴といえば、この立派な建物ですよね。はい、ありがとうございます。立派な門構えと、門を通りますと、お庭も広くて、一見、ここは何だろうって思うような立派な空間なんですけれども、建物のことを教えていただいてもいいですか？はい。まず、一松の名前の由来といいますのが、ここを作りました初代の祖父にあたるんですが、松本清一という名前でしたので、ここのうちに養子として入るときに自分の名前を残すために松本の松と清一の一で一松になったというのが本当なんですけど、一般的には門のところに門かぶりの松を植えて一つの松を植えたというので一松というふうには言っています。どっちも合ってるんですけども、でこちらは昭和34年に建てられました。室内のですね、何か特徴、各部屋、少しずつ教えていただいてもいいでしょうか？そうですね。一番の特徴というと、各部屋の名前に応じた彫り物の窓があるということですね。ここは高砂の間、幽玄の世界の話なので、縁取りは雲、空を表していて、高砂伝説の様子を。で、他のお部屋も、松とか竹、梅とか月見の間とかありますので、それぞれそこのお部屋の、名前に応じた彫り物になっています。お部屋に立派な装飾もあるんですけれども、各部屋で何か特徴のあるものってございますか？船天井っていうのかな、船の、このお部屋は特にそうですけれども、この形が2部屋です。あとは大体みんな天井ほとんど同じなんですけれども、照明がですね、ご覧になっていただくと分かりますように、ちょっと丸い、お部屋の照明は全てほとんどこれになっています。そして廊下の照明が細長い照明になってるんですけれども、全てその2つで統一されていて、これはうちの初代と大工の棟梁と、当時の電気技師さんが3人が決めて作ったものなので、本当にここにしかないオリジナルになってます。はい、昭和34年に作られたデザインですけれども、もう現代にも通じるようなとても美しいデザインですよね。ありがとうございます。あとは一松なので、いろんなところに松の一枚で使ってまして、廊下もそうですし、竹床の飾り棚の板とか、そういったものも結構松使ってます。広いお部屋もあるようなんですけれども、一番広いお部屋というのは何畳になるんですか？66畳ですね。昔は廊下畳を引いて、全部で88畳になったのかな。なので、お懐石前で100人ぐらいお入りになったこともあります。その広いお部屋を利用しての披露宴とかもされるんですか？そうですね。今週末もございます。テレビドラマとか映画の撮影とかでも使われるんですか？はい、すごく多いですね。お貸ししたらただ息を潜めてるだけみたいな、本当に水道をひねった音とか、ちょっとドアを開けた音とか、そんなのでさえもストップで撮ったりするので、もちろん貸し切り状態なんですけど、なので撮影中は結構お部屋にこもってじっとしてる感じなのでいろんな方いらしてもどなたかいらしてるかっていうのはあんまりわからないですね。有名な俳優さんとかいらっしゃるってことで
ですね。そうですね。その時放映されたものを見て、あの人だったんだみたいな。そんなところ、はい。これだけ立派な和食店を作られたということは、かなり有名な料理屋さんだったんでしょうか。岡山県の市内にあります吉原屋という名前だったみたいですけれども、初代はそこの長男じゃないので、なので自分で包丁一本、修行に出て、京都大阪で修行して、そして中国大陸に渡って戦後戻ってきて、ここで浅草で開いたというようなというふうに聞いております。お母様にあたる2代目ですけれども、お母様も料理人でいらっしゃったんですね。そうですね。はい。父も母もそうです。で、母はその厳しい、祖父に育てられたので、母は、静岡の出なんですけれども、戦後引き上げてきた祖父母がですね、浅草で一番最初の小さなお店開いた時にやっぱり資金繰りに困って、ずっと仕送りして貯めておいたお金を持ってこいと言われて、静岡からその時はまだ中学生になったばっかりって聞いてますけど、そのお金を持ってきて、そのままもう帰らなくていいからここで働けみたいな感じで、フグの免許も当時、一番最初に行った時は16歳かなんかでフグの免許を受けに行ったらまだ年齢に達してないからというので一度返されて、で、その頃だから18歳から取れたんですかね。でもう一回行き直して、女性で最初のフグの免許取得したらしいです。今フグのお話をいただいたんですけれども、この素敵な空間で市松さんでどのような料理を食べることができるんですか？今は懐石料理です。宴会の懐石の方です。ですから全部コースで提供してます。それと時期にはフグのコースもやってます。市松さんならではの何か料理の特徴というのはございますか？うちのというよりも日本料理ですから、やっぱり季節感、見た目の美しさ、5色揃った、いわゆるインスタ映えするような、やっぱり彩りっていうのはすごく気にしていて、プラス一番大切なのはやっぱり季節感ですよね。で、フグのことで言わせていただくと、伊豆の方に、代々、ちょっと、畑っていうほどオーバーなもんじゃないですけど、代々植えてあって、そこで代々を、毎年11月の終わりから12月にかけて取りに行って、それを絞った代々なので、それを使ってます。なので、ちょっと酸味の強いポン酢が、うちの特徴といえば特徴ですね。門構えが立派なので、敷居が高いんですけれども、お客様はどのような方がいらっしゃるんでしょうか？いろんな方ですね。例えばお友達同士でゆっくりお話がしたいとか、あとはもう接待もほとんど接待かもしれませんね。あと土日祭日は披露宴ですとかお顔合わせ、そしてこの辺りとてもお寺さんも多いのでご法事もあります。あとはやはり個室になりますから、お食い初めとか、初節句とか、そんなことも多いですね。特別な時に利用される方が多いということですかね。小さい頃から料理屋さんのお子さんとして育ってきたわけですけれども、もう将来は3代目を継ぐんだみたいな気持ちで成長されたんですか？ずっとそう言われて祖父から可愛がられ、もうことあるごとに、お前がここをやるんだというふうになんか呪縛のようにずっとそう思ってきたんですけど、自分が物心ついてくると、私じゃあ何したらいいのっていうのはちょっと悩みましたけど、何が私の仕事っていうのが、大学卒業した後も就職をせずに、両親としては外で働くと外が良くなって、ここは継がないと言われるのが怖かったらしくて、就職しなくていいってなのでそれに甘えきってふらふら遊んでました、若い頃は。
なのでその頃は、小さい頃から下足というか、お客様のお靴をお預かりしたりとか、あとはそれこそ昔は食洗機なんかないし、全部手洗いでしたので、昔は本当にいい時代だったから、1日最低50人みたいな時代がありましたから、その頃は洗い場の一緒にお手伝いして片したりとか、いろいろなそういった雑用はずっとなんかやってきたので、でもおかげでいろいろ流れが見えるっていうのはそのおかげだと思います。もう小さい頃から飲食店のそうですね、親の姿、親の背中を見て学んできたことが多いということですかね。ただ料理の方はされないんですか？そうですね。私食べる人なんで。食べる人なんですね。そうすると今はもう経営ということでしょうかね。経営といったほどじゃないですけど、つないでいくっていうことですよね。お店をどうやってつないでいくか。一番最初はやっぱり何したらいいんだろうと思っていた時に、いらしたお客様が必ず建物のことを褒めてくださり、でいいお店だから残してきなさいよっていうお言葉をね、多くの方からそういうお言葉を聞くたびに、しなきゃいけないんだって思いがだんだん強くなって、でもはっと考えた時に、なんで素晴らしいのか、何のいいのか全く分からずに、でここを作った祖父はいろんな思いがあって作ったんでしょうけど、私が7歳の時にも亡くなってしまったので、なのでそういった思いっていうのを語ってくれる人がいなかったんですよね。祖父が全部お客様のところ回っていろんなご挨拶してたので、なので全く私も分からなくて、可愛がってくださったお客様がいらして、皆さんがいいから挨拶においでって言われて、一番最初は本当に私服のままで、呼ばれたら困るのでそのうちスーツを着るようになり、そのうちやっぱり着物ってことになり、だからみんなお客様のおかげだと思います。今おかみさんのお仕事以外に何かされてることってありますか？マナー講師というようなこともお声がかかってやってます。おとなみさんという和のことだけを取り上げているサイトがありまして、私の講座ってその日本料理のいただき方云々とかいうことよりも、もちろんいただき方もそうなんですけど、なんでここから食べるのとか、なんでお箸は例えば横に置くのとか、そういうなぜっていうことを含めてお話しすることが多くて、日本料理のそのいただき方講座っていうのはほとんど箸の上げ下ろしの所作と蓋物の開け閉め、それが決まり事だけで、お伝えしなければいけないマストでお伝えすることはその2つなんですね。最近は外国からのお客様も増えていらっしゃると聞いたんですけれども。そうですね、結構やっぱり多いですね。多いことは多いです。海外からのお客様がこのお店に求めることというか期待することって何だと思いますか？日本料理というのもありますけど、食べに来るというよりもこの建物で日本らしさを感じる、さらには芸者さんを呼んで、そういう意味で日本満喫されるというようなことじゃないかなと思ってます。いらっしゃるのは友達同士でいらっしゃるみたいな形ですか？ご夫婦だったりとかファミリーとかは多いですね。最後にですね、おかみさんのこれからの予定とか何か計画とかがございましたら教えていただけますか？予定はここ67年、9月になると68年を超えるようになるので、いろんなところに手を加えなければいけない。古いものはもちろん古さも大切なんですけれども、部分的に新しくしていかないとただの古びた店になってしまうので、古くてかっこよくするにはやっぱりもうちょっとコロナがあったのでいろいろ大変な時もあったんですけど、そろそろ動いてきてるので、そういったところ全部一回きれいにというか手直しというのかな、手を入れて古くて素敵な建物にしたいなというのがあるので、この雰囲気を残しつつ手直しをしていくということですね。そして次につないでいく。そうです。それが使命だと思って。わかりました。これからもこの素敵なお店ですね。ぜひ続けていただきたいと思います。ありがとうございます。頑張ります。どうも今日はありがとうございました。ありがとうございました。
ご視聴ありがとうございました。コメント、いいね、チャンネル登録お願いします。Thank you for watching. Please like and comment on the video and subscribe to my channel. See you next time.